はい、皆さんこんにちは。では今回はエクステン初級編ということでですね、ブラシの説明を簡単にしながらこの猫をグルーミングしていきたいと思います。では始めましょう。まずエクステンを作っていきます。ここのクリエイトでこのタブはですね、このエクステンインタラクティブルームのワークスペースにするか、もしくはこっちのジェネレートの方でエクステングルームエディター、これをやるとこのウィンドウが出てきます。はい、でクリエイトインタラクティブルーミングスプラインズで、これがディスクリプションの名前ですね。これは何でもいいです。でこのデンシティ、これが毛の量なんですけど、今は50になってます。でこれを少なくすれば毛は少なくなります。多くすれば当然多くなりますよね。ただ多すぎると、そうするとスカルプトするのに重くなってしまうんで、このくらいに最初設定をしておきます。で後でですね、デンシティモルティプライヤーとかで量を増やしたり減らしたりできるので、最初やりやすい数字で始めます。僕の場合だいたい14万ぐらいですね。あとこの CB の量にもよります。これが今4、これが一番低い設定ですね。これが多ければ多いほどその分情報量があるんで、重くなって扱いにくくなります。その辺は一度作ってみて、やりにくかったら消して、でやり直してやってみてください。でこれが長さ、これも一回作ってみるとどのくらいの長さになるかわかると思うんで、この辺もテストしてやってみてください。あとこの幅ですね、これは 0.01 になってますが、もしワールドスケールがセンチメートルでやっているならば、これがだいたい人間の髪の毛の幅です。で猫の場合だとこれより低くなるわけですけど、低くなりすぎると見えにくくなるんで、とりあえずここから始めます。後でね調整もできるんで。はい、では早速クリエイトでこんな感じになります。でですね、この最初のこの色、これが見にくいっていう場合もあるんで、こうやってディスクリプションを選んで、アサインニューマテリアルで、ここからシェーダーのところで、AI スタンダードヘア、これやると、デフォルト黒になるんで、デフォルトとしてこれをつけてあげることが多いです。はい、ではディスクリプションの方を見ていきましょう。これです。で最初にあるのが、このディスクリプションベース、ここにデンシティブラッシュ、モルティプライヤー、マスクなどがありまして、この辺の設定はあまり気にしないでください。やってるうちにだんだん分かってくると思います。デンシティブラッシュっていうのがこのデンシティを変えるブラシですよね。でこのプレイスブラッシュは何ってことになるんですけど、これは一個一個毛を置いていくことができます。例えばこの猫のヒゲですね、そういうのをやりたいとき、こういう毛で適当にこの辺りに生やしてとかやったりしませんよね。ちゃんと結構綺麗に並んでるんで。でそういう時にこのプレイスブラシを使って1個2個3個4 5 6って置いていくことができます。でここ CB カウント、先ほど言ったようにここで CB カウント、もしこれじゃ足りないなってなったら、増やしてあげたりで、リビルドってやると作り直してくれます。この猫の場合は毛が結構短いんで、デフォルトの4で大丈夫だと思います。はい、じゃあ次、このスケール、これはそのまんまスケールアップスケールダウンですね。で最初ここについてるんですけど、この後上に持ってきます。このレイヤーの順番っていうのをですね、下から上に読み込んでいくので、まずスケールが一番最初に来て、その後にスカルプトが来てます。でこれが何かっていうと、そのまんまです。スカルプトした情報がこちらのレイヤーの中に入っていきます。でこの場合だとこれをオンオフすることができますね。それとレイヤーのウェイトも調整できるので、こういうこともできます。あとこのエディットが赤くなってるんですけど、これが今アクティブになってるレイヤーだということです。これがもしもう一つあるとします。そうするとこうやって選んでいてもスカルプトはこっちのアクティブの方に入っていってしまいます。だから新しいレイヤーにスカルプトするときは必ずアクティブにするのを忘れないでください。でこちらに丸いスイッチがありますね。これはキーフレームということでアニメーションもできるということですね。例えばここから始まって、アニメーションが進むとこうなっていくみたいな、そういう時に使います。あんまり使いませんね僕は。ではですね、でこれがスカルプトレイヤーです。こちらにもね一応マスクとかがあります。はい、でこの一番上のデスクリプションですけど、ここに幅を調整するもの 0.01、 先ほど設定したものですね。でこれを大きくすると毛が太くなります。とりあえず一番見やすいこの 0.01 から始めます。でこのテーパーっていうのは毛の根元から毛先にだんだん細くなっていくというもので、今テーパー0になってるんで細くなりません。でこれを上げていくとこのように毛先が細くなります。これがテーパーですね。でこの下のテーパースタートがどこから細くなり始めるかと
ということです。上げればこれ最高にしてしまうとテーパーしないっていうことになってしまいますね。とりあえずはデフォルトのままで始めます。はい。で、幅のランプですね、これは。でこれもものによっては使い道はあるんですけど、とりあえずデフォルトのまま始めます。はい。では、デンシティの方から始めていきます。で、デンシティはですね、やり方が2通りあります。こちらのマップを使ったやり方と、もう一つはこちらのデンシティブラシを使ったやり方です。で、僕は普段人間の髪の毛とかやるときはですね、デンシティブラシだけでやってしまいます。結構シンプルなんで。だけど動物の場合はですね、結構毛が複雑なんで、デンシティブラシだけではちょっと難しいので、マップも使います。で、それはなんでかというと、例えばこの目とか口の中とか鼻とか、この辺はですね、毛が全然ないんですけど、そういう場合はデンシティブラシだけで十分なんですけど、この毛が短い部分とか長い部分とかですね、短い部分っていうのはデンシティが薄く見えて、毛が多い部分は結構多く見えるんですね。で、その調整とかをこのデンシティブラシでちまちまやってるとちょっと時間がかかるっていうか難しいんですね。なのでグレースケールのマップを塗っていった方がやりやすいと思います。なので今回は両方使います。ですけど気をつけないといけないのは、マップでこの辺の毛をなくしたいとき、黒に塗りつぶすっていうことですね。でもそうするとなぜかその反り残しみたいなものができてしまいます。で、その反り残しが後々問題になってくるのは、このデンシティモルティプライヤーでもっと毛の量を増やしたときに見えない反り残しというものがあってですね、せっかくグルーミングをしたのにその見えない反り残しだけが何も触られてない状態で生えてくるんですよ。で、それを避けるためにその毛が全くないという場所はこちらのデンシティブラシで全くゼロにしてしまいます。で、このマップを使うときは薄い部分を1として、この体の方とか濃い部分を1以下のもっと黒に近い方の色にセットします。そうするとデンシティモルティプライヤーが高いときに、こちらの薄い部分、毛の短い部分が十分に毛があるときに、こちらの体の方があまりゴワゴワしすぎないようになるということになります。ちょっと説明しにくいですね。では早速やっていきましょう。こちらのデンシティブラシで目、鼻、口、あと肉球ですね、そちらの方をゼロにセットしていきます。で、マップの作り方とかはまた後で作るときに説明します。で、こちらのデンシティブラシなんですけど、設定ですね。今回やった毛はデフォルトが50になってます。なのでこのまま塗ってもですね、増えたりも減ったりもしません。だからこれを0にすることによって毛が消えます。で、このブラッシュフォールオフですけど、これはデフォルトは多分こんな感じのカーブになってると思います。こちらがこの円の中心で、こちらが円の外側につれて弱くなってるってことですね。で、この0に塗りつぶすときは別にそんなフォールオフとかいらないので、このまま真四角にしてしまいます。で、あとはこちらのシンメトリーオンにしておきます。では塗っていきます。このように塗ったところが毛が消えていきます。で、これもですね、この端っこの方とか見えない部分があるんですね。その辺の反り残しとか出てきてしまうんですけど、マップを使って塗るときみたいに見えない反り残しでグルーミングがアプライされないということにはならないので、こういうゼロにしたいところはこちらのデンシティブラシを使った方が便利です。あとデンシティブラシはですね、こちらのシフト右クリックのところにもあります。で、ちょっと行き過ぎてしまった、塗りすぎてしまった場合とか、こういうところですね、デフォルトをチェックしたときに50でしたよね。こうセットしてこの辺を塗ってあげるとまた戻ってくるので、間違えたらそのように直してください。で、またゼロにセットして、あと鼻のところですね。こういうデンシティもですね、後々戻ってきて調整もできるので、そんなに細かくやろうとせずに、とりあえず進めることですね。で、口の中なんですけど、これやりにくいですよね、口の中って。見えた。ちょっと見せる予定がなかったんで全然作り込んでないんですけど、で、これやりにくいので、この時ですね、ここカメラをセレクトしてニアクリッププレーン、これを7とかその辺にしてあげるとですね、こうカメラが近づかなくてもメッシュが消えていくんで口の中が見えます。で、この状態で塗ってあげるとやりやすいです。で、先ほどお見せしたようにちょっと塗りすぎてもまたね、デンシティブラシを使って増やせるので、口の中に毛が残らないようにまんべんなくやってください。で、この辺で
やりすぎてしまったところはまた50にセットして塗っていきます。でこの時ですね、もし少しグルーミングしてしまっている場合は、このインターポレート、これをオンにしておくとグルーミングに合わせて毛を生やしてくれます。これもですね、なかなか作り込んでいない肉球です。この辺、肉球の間とか毛がぎっしり詰まっているものなんですけど、この辺もですね、後で毛を増やした時に見てみて調整していきたいと思います。はい、デンシティブラシはこんな感じになります。で、これでですね、妙な反り残しがないか、こちらのデンシティモルティプライアで、例えば今回は、そうですね、8とかその辺にセットしてチェックします。ありましたね。こういうところです。この辺を0にセットして、ちょっと毛の量が多いんで重いですけど、このように消してあげて、こういうところもですね、もっと毛が欲しいですけど、その辺は後で調整したりしなかったりですね。で、これ今、デンシティモルティプライア8で全体的に均等に見えるんですけど、これがですね、この顔の部分の毛が短かったりとか、体が毛が長かったりとかするとですね、これ見てわかると思うんですけど、同じ毛の量なのに、この辺を今見ておいて、で、毛を長くするとですね、特に体の方とかはもう結構毛が濃く見えますよね。その違いを埋めるためにですね、先ほど言ったこちらのマップを使います。これも後でやると思います。ここでこの順番の重要性ですね。これ今下の方からスタックが読み込まれていくんで、まずスケールがされて、それでこのスカルプトしていくことになります。ただですね、これをこのようにやったとして、これはどういうことかというと、まずスケールされてからスカルプトが入っています。なのでここでは、このようにですね、短くしすぎると、そうするとこの短い状態からこのようにスカルプトするのではなく、短くされてからさっきやった長い状態でのスカルプトの情報が入ってしまっています。なのでこういう場合、スケールを上に上げます。そうするとですね、スカルプト見えますね。スカルプトした後からのスケールになるんで、さっきみたいに中に埋まっていくなんていうことがありません。なのでスタックの順序としてはスケールを後に持ってきます。最初のスカルプトはですね、毛の大体の方向をグルーミングしていくんで、それを見やすいスケールにして始めていきます。で、この時ですね、もしこれが多すぎてやりにくかったら、このデンシティを 0.1 とかにして、この状態でやっても大丈夫です。で、こうやって少ないと見にくくなってしまうので、このような幅を上げてやります。で、まず、僕はホットキーにこのフリーズブラシを R と F に入れてるんで、別のブラシにいないときに R と F を押せば勝手にフリーズブラシになるんですね。で、ここからシフト右クリックでこのマーキングメニューで全てのブラシが出てくるんで、ここからやっていた方が早いです。例えばフリーズブラシにした後、コームブラシにするときこうフリックでいけるんで、その場所を覚えておいてスムーズにいきたかったり、で、この辺のデンシティとか幅とかね、あとこのレングスもこれも使いますね。この辺に全部揃ってるんで、シフト右クリック覚えておいてください。で、このブラシの説明ですけど、こちらが通常のサイズとストレングスがあります。で、こういう短い毛の場合とかですね、この Collide with Meshes というこのメッシュにぶつからないようにするためのもの、このままの設定で、もしこのままグルーミングしてこう中に入っていきますよね。で、これをしたくない場合はこれをオンにしてグルーミングすると、これじゃ低すぎましたね。ちょっと高めにしてすると多少ですけど中に入っていかなくなります。なんですけど、あまり使い勝手が良くなくて、こうやって入っていきます。なぜかというと、これは根元の部分にしか影響してないからですね。例えばもっと大きくすると見やすいと思います。こうやると根元の部分からこのくらいの長さ、メッシュには近づかないでくださいっていう風な設定になってます。この辺がですね、
異様に使いにくくて、これ やろうと思えばこう埋めていくこともできるんで、僕はこの場合ですね、あまり使いません。なのでオフにしておきます。ただね、そうならないように気をつけてグルーミングする必要はあります。で、次のこのインバートフローズンエフェクト、これもよく使うんですけど、これはですね、シフトを押さないで右クリックすると、今ここにあるほぼ全ての設定がですね、ここで変えられます。例えばさっきのコライドメッシュはここにあるし、で、インバートフローズンエフェクトはここにあるし、で、このフリーズした場所を表示するかしないか、あとこっちのフォールオフですね。この説明もしますが、こちらの方が見やすいので、こっちでしていきます。まずスクリーンというのは、見やすいようにこのフォールオフカラーをオンにしましょう。こうやってると、後ろの方の背中の方の毛も選んでしまっているの分かりますか？このグルーミングすると、後ろの毛もグルーミングしてしまいます。これがどういう時に使えるかっていうと、こういうふうに後ろ何もない時にですね、こうやって横から見て、こうやりたい時とかによく使います。ただ、この最初のグルーミングの方は、このボリューム、これに設定すると、この丸の中心点からとこのカーブですね、こっちが丸の中心で、こっちが丸の外側に向かってこのくらいの強さでグルーミングするよというカーブになってます。で、グルーミング中心点で選ばれたものの周りにしか影響されません。こうやって大きくしてもこの通り背中の方にブラシが行くことはないですよね。だから最初のグルーミングとかは他のところを間違えてグルーミングしてしまわないように、このボリュームの方を使います。で、このカーブですけど、もちろんこういう風にしてしまえば、この丸の中心から外側まで同じ強さでグルーミングするので、このような結果になります。最初はデフォルトのこれで。あとですね、このボリュームをするときにですね、こっち多分デフォルトでこう結構低い数字になっていることが多いんですよ。で、これが何かっていうと、こうピカピカしますよね。このグルーミング、どこかのグルーミングがセレクトされたときに、影響されるところが表示されるんですけど、このサーチエリアですね、これが低いとなかなか当たってくれません。だからこれをある程度大きくしてやると、そのエリアが見えるようになります。で、もう一つ大事なのが、このフィルターバックフェイス。これが何かというとですね、このオプションはこっちの右クリックのここにもあります。これをオフの場合でやると、こうグルーミングしてみます。ぐるぐるぐるっと。そうするとですね、裏側にも影響が出てしまうんですよ。なので、このフィルターバックフェイスってやると、この向かっている面だけにしか影響しません。その角度もここで設定できます。で、こっちの反対側の毛は、反対側の面にくっついているので、こうやって設定すると影響されません。で、多分ここで見える影響されてるっぽいのは多分、こっち側の毛が反対側に突き抜けてるだけです。という設定になってるんで、これもオンオフをしたりする大事な設定になってます。でですね、次。こっちの Root to Tip Magnitude Control。これも結構大事なものなんですけど、これが何かというと、この根元から毛先の方までどのくらいの強さで影響されるのかっていうカーブになってます。例えば、オフにしたままでグルーミングしてみます。そうするとですね、結構根元の方まで折れてしまいますよね。こうなってほしくないときは、これを使って、例えばこの最初のこの設定です。これは根元の方があまり影響されなくて、毛先の方が結構強く影響されることになります。なのでこれがオンになっていると、このように中にめり込まずにグルーミングすることができます。ただですね、これも多少根元を影響しているので、あと毛先を引っ張るような感じでグルーミングしているので、やりすぎるとそれいつかは中に埋まってしまいます。はい、なのでもう一つカスタムブラシを作りました。こう結構エクストリームにカーブが曲がってますね。ほとんど毛先の方しか動かさないでっていう風なカーブになってます。そうするとより毛先の部分だけをグルーミングしていくことができます。で、こちらの反対ですね。この反対のカーブはこれ根元の方を動かしたいとき、例えばこう結構強めに曲げてしまったと。で、この根元の方だけを持ち上げたいんだというときに、これをオンにしてちょっとこう上げてやると根元の方だけが起き上がるようになってます。ただですね、この場合は別にこの Root to Tip Fall Off をオフにしてちょっと持ち上げてやるだけで同じようなことはできますが、もし毛先をちょっと動かしたくないという時に使います。あとシンメトリーとかはこの一番下のところにあります。で、これを X にすると左右対称にグルーミングすることができます。最終的にオフにはすると思うんですけど、最初の方はオンでもいいかもしれないですね。では簡単にグルーミングしていきます。
で、先ほどなったんですけど、この辺の中に埋め込まれてしまった部分、これ中の方から見るとすごく分かりやすいんですけど、ディスクリプションのマテリアルをナンバーとか中にするとすごく見やすいです。で、これを出すにはまずコーンブラシでも何でもいいんですけど、グラブでもこのブラシの、フィルターバックフェイス今なってませんね。これをオフにした状態で、このルートとティップフォールオフもオフにして、でスクリーンにして、でこうやって押し出してあげます。で、そうすると外に出てくるので、これで OK です。この最初のベースのグルーミングですけど、これも後でクランプとかノイズとか足してくると多少見かけが変わってくるので、最初のこのグルーミングが大体でいいです。後で調整できるので。あとグルーミングする時のコツですけど、このストロークですけど、このままのアングルでストロークするのと、このアングルでストロークするのは全然違います。なぜかというと、この中に引き寄せる、もっと体の奥の方に入っていくようなストロークになっちゃいますよね。例えばこれをオフにして、この中に入りやすくなっちゃいます。なのでこのブラシするアングル、例えばこうやるともうちょっと外側に向けてブラシすることができます。なのでその辺も意識してブラシストロークをするアングルを考えてやりましょう。で、こう顔のところとか毛が短い方がやりやすいですよね。あとあまり少なすぎるとあまり方向が分かんなくなってきてしまうので、デンシティを上げて、あとこのスケール、これちょっと下げてあげます。こうやった方が分かりやすいですよね。確かですね、猫の毛はこの鼻の部分ですね、ここで一回上に上がって、でこのままぐるっと回って、この辺でこう下に戻ってきてると思うんですけど、調整しながらいろいろとやっていくと思います。で、この辺から下に上がっていくものから上に上がっていくものに分かれてたと思います。で、この辺も上に上がるものと、この辺からくるっと回って下に下がっていくもの、これがだいたい下ですね。よくリファレンスを確認しながらやっていきましょう。あとですね、このエクスチェンのバグなのかわからないんですけど、この強さなんですけど、このブラシのサイズを変えるとですね、グルームの近くにいながらブラシのサイズを変えたりすると、なんか勝手に変わってしまいます。確かこう離れたままでブラシを変えてもそんなに変わんないんですけど、ただこうやって近くで作業していて、でブラシのサイズを変えたりするとですね、こう急にゼロになったりして、ブラシのストロークの挙動が変わります。なのでそれだけは気をつけてください。で、こういう耳とか薄めのところをグルーミングするのが非常に難しくて、難しいというか慣れが必要なだけなんですけど、どうやってもこの中に入っていってしまうものが出てきます。で、これもこのスケールの長さでどの毛がどっち側から生えてるかとか分かるんですけど、この辺の直し方も後で説明します。ただ今は大体の毛の方向、毛並みを作ってるだけなんで、このままやっていきます。フィルターバックフェイスと Root to Tip Fall Off。で、Fall Off タイプはボリューム。で、こ
この辺とかはもうちょっと毛が多い方が多分やりやすいと思うんで、とりあえず3とかにしてみますか。で、どっちが毛先なのか今ちょっと分かんない状態ですよね、短くて。なのでテーパーをオンにします。こうすることによってちょっと見やすくなりますね。でこういう数字の微調整なんですけど、ここでコントロール、クリック、ドラッグすればもうちょっと微調整ができます。こういうですね、場所によってはこの毛の長さを多少長くしてやった方が見やすい場合があるので、その辺も調整しつつベースグルームをやっていきます。例えばこういうところですね、ここちょっとこの流れに対しておかしいですよね。そういうところを見ながらやっていきます。こういう体のところとか結構他の顔に比べて毛が長いことが多いんで、デンシティを下げてやっても見やすいと思います。こうやって倒しすぎてしまった部分はですね、一度このルーツトゥティップフォールオフをオフにして持ち上げてやります。で、これ中にめり込んでしまってますね。で、これを直していきたいと思います。で、それをするのにこのフリーズブラシ、これですね、こんな説明に入ります。で、これは何かというと、塗るとこう毛が青くなります。で、これ何かというと凍ってるっていうことなんで、普段こうやってコームかなんかでやろうとしても凍ってるんで動かせません。で、この凍ってない部分、この辺は動かせます。で、これの使い道っていうのはこれだけではなくて、このインバートフローゼンエフェクト、これをやるとこの凍らせた場所だけをスカルプトすることができます。で、その逆にこちらの方は動きません。なのでこのフリーズブラシも、全部設定、この右クリックのここにあるので、これを活用していきます。今はこのアンフリーズにするとクリックした時にフリーズじゃなくなる。で、この場合はフリーズする。ただですね、この場合はですね、コントロールを押しながら塗っていくとアンフリーズと同じ効果になります。なのでこれはあまり使いません。で、このフィルターバックフェイスも先ほどと同じですね。ただこのブラシで一つ違うのは、このブラシフォールフォのところにサーフェスっていうのがあります。これ何かというとジオメトリーのことです。なのでこれはジオメトリーに、このブラシの丸を見てると分かると思うんですけど、ジオメトリーの表面のノーマルに沿って動いてますよね。なのでこの触ってるジオメトリーのところだけしか影響しません。で、これがどういうことかというと、先ほどのこちらのですね、この中にめり込んでしまっている部分で、この辺を選んであげると、こちらの突き抜けた部分もフリーズしてくれます。で、これ周り何本か選んでしまってますけど、それは気にしないで、そしたらこう選んだらコームかなんかでフィルターバックフェイスをオフにして、これもオフにして、で、このインバートフローゼンエフェクトをオンにして、で、外に出してあげたら、先ほどと同じようにまた設定を戻してグルーミングすることができます。で、またこのフリックでフリーズブラシに行って、で、この右クリックのまま斜め右上の方行くとアンフリーズオールっていうのがあるんで、これでフリーズをリセットできます。こういうのを覚えておくと便利です。
で、先ほどフリーズの部分をやっていたんで、これがオンになった状態でやっても何もできないんで、忘れずにオフにしてください。あ、これはいつやってしまったのか。さっきこのくらいにしておくと言ってちょっとしばらく経ってしまいましたけど、とりあえずこんな感じですかね。はい、ではベースのグルームができたところで毛の長さを調整していきます。で、これはですね、こちらのレング、長さのブラシを使っていきます。これを長さを調整していく前に、こちらのスケールで一番長くなるであろうと思うところ、その長さをだいたい2で、他のところを短くしていきます。で、それをするのにこの長さのレングスブラシなんですけど、まずここ大きさ、サイズで強さ、これはどこにでも一緒ですね。あとインバートフローズンエフェクトで、オペレーションはスケールなんですけど、だいたいこれ使います。で、スムーズを使うときはシフトをしながらできるので、で、このインクリメントっていうのは押してる間どのくらいずつ変化があるかで、このミニマムレング、これ結構大事な数字です。これが短くするときに最低どのくらいの長さを保つかという数字になります。なので、このインクリメント、これは短くしたい場合はこのマイナスの方に持っていくんですけど、このままに設定しておいてコントロールをしながらやるとですね、短くなり、コントロールを押さないでやると長くなってきます。なのでこの辺の設定はですね、これはいじる必要はないです。ただいじるとしたら短くなる
長くなる速さですね。それを調整したいとき、微調整なんかするときは結構低く設定します。で、これもフォールオフも一緒ですね。この丸の中のどの辺が影響されるのかとか、あと、このブラシでこのルートトゥティップマグニチュードコントロール、これはあまり使わないですね。別にその毛先どうこうとかいう話じゃなくて、全体的なスケールの話なんで。で、あと、シンメトリー、オンオフ。最初は全体的にやりたいんで、オンにしておきます。ではまず、一番目立つの顔ですね。こんなになっちゃってます。とりあえず、このくらいまで短くします。で、短くなる速度が遅いんで、ちょっと上げて、全体的に。で、この時にですね、一緒の同じスクラプトレイヤーにやってしまってるんですけど、僕はそれでもいいと思ってます。もう一つのスクラプトレイヤーを作ったところで、たまにもうなんかもうごっちゃになっちゃって、どっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんですよね。なので、なるべく少ないスクラプトレイヤーでやってます。これは今ですね、サーフェスになってるんで、こちら側をやっても反対側は影響しません。耳のところはこれよりも全然短いんですけど、とりあえずは全体的に短くします。先ほど言ったこのオペレーション、今スケールなんですけど、スムーズっていうのはこちらの短いところと長いところの違いをこうブレンドさせていくものです。ただこれはシフトを押しながらでもできるので、そうします。短くしたり長くしたりしてスムーズでブレンドしてあげます。で、こういうちょっとなんか形がおかしいなと思ったところはそのままコームに行ってブラシしてあげることもできます。なのでレイヤーを行ったり来たりしなくていいので、一つのレイヤーにしておくことをお勧めします。この端っこのところとかですね、サーフェスにしてるとこのくる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 回転してつかみにくかったりするんで、もしそれがどうしてもうまくいかないって人はサーフェスにするとこの丸の中が影響されるんでやりやすくなると思います。では顔のさらに短いところ、これはミニマムレングスをもう少し低くして、
はい、とりあえず耳はこんなところにしておいて、次足をやっていきます。まだラフな段階なんでね、ここまでこだわる必要はないと思います。ここでこの失敗しやすいところなんですけど、この何回かやっちゃったかな。この今スクリーンになってますね。で、この角度でやると足の方も動いてしまいます。なのでここをサーフェスにするのを忘れないようにしましょう。で、こういうシルエットをいじりたいときは、ボリュームにするよりスクリーンにした方がやりやすいです。はい、こういう長さの調整とかもですね、グルーミングもしながらやっていくので、ここで完璧にしなくても大丈夫です。では、このまま引き続き調整していきます。
はい、とりあえずこんな感じに仕上がりました。まだもう少し手直ししたい部分はあるんですけど、とりあえず次のステップに行きましょう。次はですね、クランプをつけていきたいと思います。で、クランプはまずデスクリプションをセレクトした状態で Add Modifier のここにクランプあります。で、つけるとこれがデフォルトですね。最初の方に言ってた猫に毛のバリエーションが多すぎるというのはこれもその一つなんですけど、例えばこの辺の毛とかは体とかですね、結構クランプが大きいものが多くて、で顔とか手足前足と後ろ足はクランプが小さいですよね。なのでその辺の調整をするためにマップを使っていかないといけません。それではまずクランプの設定の方を見ていきましょう。で、クランプってのは全てのモディファイにあるこのまずマスクですね。このクランプのマスクで、これも似たようなことをするんですけどちょっと違います。これ0にすると、でマイナスに行くとクランプの逆方向に行きます。デフォルトの1で、このカーブですけどクランプのスケールって書いてあります。これは真ん中のこの 0.5 のところが、クランプしない場所ですね。で、これが一番クランプしてるところだから、毛先の方に行けば行くほどクランプしてるということです。で、この大きいクランプ、名前変えますか。この最初のクランプ、これはクランプラージです。大きい方のクランプです。で、このクランプですけど、毛先の方はあんまりクランプしてほしくありません。大きく分けるためだけです。この辺から下げる。こんな感じですかね。とりあえずこんな感じにしておいて、でですね、次にこのデンシティですけど、これはどれほどこのクランプする量があるのかっていうものなんですけど、この辺を調整していきます。ちょっと見にくいので一旦クランプするようにして、こんな感じですかね。大きい方のクランプといってもそんなに大きいわけじゃないですね。で、それをこれ全部クランプが均等に見えるので、こちらのレディアスバリアンスで3ぐらいにして、そうすると見えましたか、この辺に大きいクランプができたり小さいクランプができたりしたの。そういうバラエティをつけてくれます。これがラージクランプとして、でこの辺の上の方を戻してあげて、はい。で、この辺顔の方にもクランプついちゃってますよね。で、そういうところにマップを使います。はい。ではマップの作り方です。で、この辺をクランプを少なくするにはこちらのマスクを使います。で、このマップを作るアイコンですね。これを押すとこんなものが出てきます。で、このマスクって書いてありますけど、これはクランプラージというもので名前をつけて、で、これデフォルトでマヤの IFF ってなってるんですけど、これは使い勝手が悪くてちょっと僕はあんまり好きじゃないんですね。なので、こちらの PNG にします。マップを保存するパスを作ってあります。で、サイズはこんだけあれば十分ですね。それと、このスタートカラーホワイトって書いてあるんですけど、これはクランプが 100% っていうことです。で、どちらかというと、クランプを少なくする方が面積が小さいので、白から始めます。で、UV もちゃんとできてないと正しくマップがペイントできません。で、マップ1、クリエイト。で、この時ですね、あまり毛の量が多すぎると、このマップが表示されるのに時間がかかってしまうので、ちょっと一回出ますね。これをマップのペイントモードに入るときは、デスクリプションを一回オフにするとですね、そうすると、すぐにペイントの方に入ります。で、ワイヤーフレームが表示されてて結構眩しいので、他のものをセレクトすると見やすくなります。では、顔の方にペイントしていきます。まず、クランプがなくなるところを塗っていきたいので、黒にセットして、この辺ですね、まず一番クランプがないのは。あと、オパシティを下げてやると、他のところとブレンドしやすくなるので、やりやすくなると思います。で、このブラシの設定なんですけど、これほとんどデフォルトの状態だと思うんですけど、もしこのシンメトリーがなかった場合は、ですね、これシンメトリーって名前つけてないんですよ。これですね、このリフレクションというものになってます。
でもしですね濃く塗りすぎてしまったなという場合は、こちらの方色の方を白にセットして、オパシティを低くして逆の方から塗ってあげれば薄くなってきます。とりあえずこんな感じにしてチェックしてみましょう。ですね、クランプが少なくなってますね、ちゃんと。で、見やすいようにこちらのカーブの方を、これやるとよくわかりますね。でこのような感じに足の方もクランプは少なめの方がいいですね。あと、おそらく尻尾もそんなに大きいクランプはないと思います。まあとりあえずこんなもんですね。チェックしましょう。こんな感じになってます。はい、では次はもう一つのクランプスモールの方に入っていきます。これもですね、同じようにデスクリプションを選んで、モディファイア、クランプを足していきます。で、これもクランプスモールと名前を付けて、で、こちらのデンシティの方ですけど、先ほどはクランプアラージは10でしたね。で、こちらはまあだいたい100くらいにします。うっすらとも言いますね。で、こちらのレイディアスバリアンスも高めに、今回2ぐらいですね、リセットして、でこれもですね、ここで決めてしまわずに、後でこっちのディスクリプション、このデンシティモルティプライアをですね、上げると全然違う見た目になるので、そちらの方もチェックしてみましょう。とりあえず10ぐらい。はい。このような感じになりました。この辺はこの量で見ると分かりやすいですよね。このクランプラージじゃないですね。これ多分クランプスモールの方ですね。これがクランプスモールがない状態です。そうですね。とりあえずクランプスモールは100ぐらいから始めます。で、この辺のクランプスモールでちょっと固まりすぎている場所をクランプスモール用のマップを作って消していきます。で、ここから1回ディスクリプションを見えなくしてクランプスモールで同じようにマップを作ります。はい、では塗っていきます。このクランプスモールがよく目立ったのは毛の短いところでしたよね。その辺を中心的に塗っていきます。とりあえずはこんな感じにしておいてチェックしてみます。はい、こんな感じですね。多
確かまだ毛の幅がまだ太いままなんで少し下げてみます。最終的にはですね、おそらく 0.01 ではなくて 0.07 か6あたりにすると思うんですけど、こんな感じになってます。この辺ちょっと毛が中に埋まってしまってますね。おそらくこの辺の毛並みも少しおかしなことになっているので、こういうところも最終的には直していきます。はい、次はですね、ノイズを少し足していきます。これだと結構綺麗な毛並みなんでね、リアルスティックに見せるには必ずノイズが必要になります。で、このノイズもですね、毛が短いところだとこんなごちゃごちゃになって、長いところだとそんなに悪くはないんですけどね。だからこれもマップが必要になります。その前にこのノイズの設定を見ていきますか。これも同じようにマスクがありますね。で、このフリクエンシーなんですけど、これはちょっと毛が短いところでは見にくいんですけど、こちらの長い方ですと、この違いがわかります。ちょっと毛の量が多くて、なかなか細かいノイズが見にくいので、また一度毛の太さを戻して、そしてデンシティを1に戻します。こうすると、もう少し少ない方が見やすいかな。で、こうすると見やすいと思うんですけど、フリクエンシーってのはこういうことです。高ければ高いほど周波数が高いっていうんですかね。あと CD が4つしかないので、この毛一本一本にあまり見にくいと思うんですけど、周波数のことですね。高ければ高いほどよりごちゃごちゃします。で、これも適当なところにしといた方がいいんですけど、こちらの問題はこの顔ですね。顔のところは毛が短いので、こちらのマグニチュード、これがですね、高すぎると結構毛が暴れ回ります。この内側に入ってたりね。なのでこれを下げる必要があります。でもそうするとこちらの体の方が全然ノイズがかかんなくなってしまいますよね。例えば顔の方でこのくらいのマグニチュードにしたいと思ったら、こちらでは全然ノイズが見えなくなってしまいますよね。なのでこちらの体の方でですね、だいたい欲しいこちらのフリクエンシーとマグニチュードの設定をします。で、CV が少ないんでそんなに高いフリクエンシーでもね、あんまり意味がないんで低くしておいて、この毛先の方を見れば分かりやすいですね。とりあえずはこのくらいまで上げておいて、そうすると顔のところがごちゃごちゃになってきてしまってるんで、あとこれです。このプリザーブレングス。このノイズをかけると伸びてしまっているように見えるところがあるので、これで元の長さに戻してやります。で、こちらのマグニチュードスケールなんですけど、これが毛先の方で、こっちが根っこの方ですね。で、根っこの方からある程度かかっていってほしいので、こんな感じに、あと毛先の方をですね、もう少し緩やかにしたいので、猫によっても毛によって違うので、リファレンスに合わせて調整してください。とりあえずこんな感じにしておきます。では、ノイズの方にもマップをつけていきたいと思います。で、その前にディスクリプションを見えなくして、ノイズのマップを作っていきます。こちらはですね、ノイズは1つしか足さないと思うので、そのままノイズだけでいいと思います。はい。では、またワイヤーフレームを見えなくして、ですね、主に毛の短い部分ですね。先ほどと同じです。あと、こういう細かいところとかですね、必要とあらば、こちらのスカルプトレイヤーでノイズブラシを使って、こういうね、同じフリクエンシー、マグニチュードとか、いろいろとあるので、あと、グローバル、これは毛全体というか、この毛のストランド丸々にノイズをかけるのか、それともブラシが触っているところだけにノイズをかけるのか、という細かいスカルプティングもできるので、マップの方も大体で大丈夫です。
はい、とりあえずこんな感じにしておきます。この3つのクランプラージ、クランプスモール、ノイズを足したものがこれですね。ノイズがどのような影響をしているかというと、こんな感じですね。あまり顔の方には出ないようにしてるんですけど、ちょっとまだ多いかもしれないですね。この辺も後々マップを塗り直したり調整していきます。ちょっと増やしてみてみましょう。はいですね。こちらの耳の方なんですけど、これはデンシティモルティプライアーによるものです。耳とか薄いところとかにできてしまうみたいです。また動画の後の方でお話しします。で、これを直すには、まずこちらの、モディファイアを消して、デンシティをですね、1に戻して見やすくします。で、こちらの方をグルーミングで直していきます。で、どうやって直すかというと、こう中を見るとですね、中の方に入ってしまっている毛がよく見えます。で、この部分をセレクトするためには、まずフリーズブラシでサーフェスにして、それでいて、このフィルターバックフェイスをしないと、ここで塗った時に反対側もセレクトしてしまいます。なので、これをチェックボックスをつけて、こう塗ると、これはですね、おそらくこの反対側の毛がこっち側に飛び出てるものですね。あと、こっちも同じことやってしまうので、シンメトリーをオフにします。で、こちらの方も適当に毛が抜けてると思われるところを塗っていきます。とりあえずこんな感じにして、反対側、これ飛び出てる毛です。で、これをコームブラシかなんかで、フィルターバックフェイスではなく、こちらの、これが大事なやつです。インバートフローズンエフェクト。これをするとフリーズしたものだけをつかめるので。あとですね、これスクリーンになってますね。これがボリュームになってるとなかなか出てこない時があるので、スクリーンでやってしまいます。はい。で、このグルーミングが全然合ってないので、同じようにフィルターバックフェイス、ルーツトゥティップ、フォールオフで毛先の方だけをグルーミングする。この辺も後でまた微調整するときにグルーミングし直すと思うので、とりあえず中から毛を抜け出せさせるだけでいいと思います。で、このようにすると先ほどよりいくらかマシになっていると思います。では、ラージ、スモール、ノイズをつけてみて、で、5にセットします。ですね、先ほどよりいくらかマシになってます。この辺は最後の方の微調整ですね。はい。では、ちょっと中の方、毛がどれほどジオメトリーを貫通して内側に来てしまっているか見てみましょう。これちょっと多いですね、ノイズが。後で微調整の時にマップの方もいじります。こういうところとか違うマテリアルを結構内側にめり込んでしまってますね。で、こういうのはノイズが大きすぎたり、あと単純にグルーミングで中に入ってしまったものなので、これは最後の微調整のところで直していけばいいので、とりあえずはこのまま進めていきます。このノイズを減らしてやると、そうですね、大体がノイズですね。こういうのを最終的にチェックを入れて直していきたいと思います。次のステップとして、鼻の上の毛と、あと耳あたりの毛は産毛のようになってます。なので、ノイズとかクランピングとか全部外しておいて、でこちらもデンシティモルティプライアも1に戻して、で、このままスカルプティングレイヤーに幅のブラシ、これを使って補足していきます。で、これはストレングスは大きくて小さくても、どのくらいのスピードで大きくなるか小さくなるかだけなので、あんまり気にしなくて大丈夫です。ゼロじゃなければ。で、こちらのインバートフローゼンエフェクト、これはオンにしといてもいいかもしれないですね。その貫通して反対側をやってしまわないように。フィルターバックフェイス、ルーツトゥティップフォロー。じゃあ、なので、ここでもう一つ違うブラシを紹介します。セレクトブラシなんですけど、こうやって選ぶブラシなんですね。今はスクリーンにしてあるので、そのまま貫通して反対側もセレクトしてしまうんですけど、スクリーンではなくて、ほとんどの時、サーフェスにします。じゃあ、これが何か、どうするのかというと、こちらの方で、いくつかオプションがあります。このインバートセレクションっていうのは、セレクションをインバートする。で、ハイドセレクト、これはセレクトされたものを隠してくれます。消えたわけではなくて隠してるだけです。この Show All はハイドしたものを全部見せるとき、それとこの Show Selected Only、これが選択しているものだけを表示します。で、このようにすると、そうすると他のものを誤ってグルーミングしてしまうことがなくなるわけですね。だからこれを今回は使用して、フィルターバックフェイスです。いつものところではなくこちらの方にあります。これをオンにして大丈夫ですね。で、こういう選べない毛とか、おそらく反対側の毛が貫通してきてるだけなので放っておきます。
で、反対側のものを選んでしまったら、コントロールを押しながら同じようにペイントするとディセレクトします。じゃあとりあえずこの辺だけ、これシンメトリーありましたね。これをオンにしてなかったので反対側も同じように選択します。ではこの辺のものだけをセレクトして、で、Show Selected Only でそれだけが表示されます。で、ここで幅のブラシを使って、あとこれ見にくかったらもうディセレクトしてしまっても大丈夫です。で、幅のブラシで、この場合シンメトリーをオンにしますね。で、この設定ですけど、他のブラシと大体一緒です。このインクリメントがどのくらいのスピードで細くなっていくか太くなっていくかということなんですけど、今は増えていく方になってます。で、これをコントロールを押しながらやると減っていく方になります。で、これがどのくらい、最低どのくらいの太さまで細くなっていくか、こちらがどのくらいまで太くなるか。で、フォールオフ、これも他のブラシと同じです。こちらもですね。では、やっていきます。で、この場合は細くしたいので、コントロールを押しながらやってます。今、こちらの幅の調整をブラシでしてるんですけど、これはですね、人間の髪の毛でいうと、眉毛とかでよく使ったりするんですけど、動物の場合だともしかしたらこれは幅のモディファイアがあるので、それを使ってマップを作った方が簡単かもしれません。はい、ではこんな感じにしておきます。で、セレクトブラシで Show All でこうなります。ちょっと毛の量を増やしてみましょう。こんな感じに増えていくということになりますね。ちょっとこの辺もうちょっとブレンドした方がいいかもしれませんね。今度はフリーズブラシの方で、はい、では次のモディファイア、その前にちょっと高めの方が見やすいかもしれないですね。ちょっと3ぐらいにしておきます。で、それが何かというと、とりあえずこちらのものを全部オンにして、で、毛もですね、一旦細くしておきます。で、次のモディファイアはこちらです。カット。で、これが何をするものなのかというと、他のものと同じくマスクありますね。で、これがアブソルート。これは均等に全部同じ量を切っていくというものです。なので短いところは早めに消えていってしまいます。で、このミニマムリメイニングレングスというのはどれだけ最後に残しておくか。で、今0になっているので完璧に消えてしまいます。なのでこれを少しだけ、このように少しだけ残しておくとこれ以上短くならないというスライダーですね。なのでこのような感じになります。で、ここでは、この鼻のところがこれ以上短くなってほしくないので、このくらいで、あとこの辺の他の短いところもそんなに短くなってほしくないので、もうちょっと高めでいいかな。このようにしていくとあまり顔のところ影響しないですね。じゃこんな感じにしておきます。で、今回使うのはこのアブソルートではなくて、こちらのリラティブの方です。これは毛の長さに対してどれくらい切っていくかということなので、パーセンテージで出ています。で、今 10% カットですね。こちらの方が均等に短くしているように見えますよね。で、こちらの方を使っていきます。で、それで均等に切っていくだけじゃ意味がないので、僕はこういう時にこちらのマスクの方にですね、こちらのファイルをクリックして、で、ファイルを入れるわけではなくて、ノイズを入れていきます。で、これがどういうことかというと、こういうノイズが毛のカットにアプライしていくということです。で、それはどういうことかというと、この黒い部分、これが切らないところ、で白い部分、これが切るところということになっているので、これをノイズを足してやると、毛の長さがいろいろとバリエーションが出てくるので、よりふわふわになると思います。なので、細かくしたいので、レイシオを最大、フリーケンシーレイシオを最大、そしてこちらのフリーケンシーの方も最大。そうするとこのようになります。で、これがどのようなカットをするのか見てみます。これが今、だいたい 10%。このようなカットになってきますね。これを大きくすれば大きくするほどカットしない部分が出てくるので、この辺の毛先が細いものが多くなってきますね。
なのでこのままパーセンテージを大きくするだけだとノイズも見えてきますね。だんだんで、これももしかしたらこれだとすごく見やすいですね。ノイズがどのようになってるのか。これだとノイズが荒すぎるんですよね、まだ。なのでいろんなスライダーをいじりながらもっと細かくなるようにしてみてください。例えばこの Depth Max とかを上げるとおそらくそうですね、さらに細かくなっていきますね。で、こちらの方でやっていきますか。で、これを例えば 80% とかにしますね。そうすると異様に毛が短くなりましたよね。で、その時の場合にこれだと顔の方にカットが影響されてないということになってしまうので、モディファイアでスケールを足します。で、これをカットの前につけるか後につけるかなんですけど、どうなるか試してみましょう。で、スケール、これを2とかにします。これでもいい感じですよね。ただ、この辺のカットがアプライされてないんですよね。この辺で、ミニマムレングスをセットしてるんで。このように。なので、これをもう少し下げてあげるか、もしくは、このスケールをカットの下に持ってくる。するとどういうことなのかというと、カットをする前にもっと全体的に長くしてしまうんですね。そうすると、このカットがミニマムレングスに当たる前にカットできているので、なので、先ほどよりカットできています。で、これで、先ほどのように 80% ぐらいにしたとして、スケールをさらに伸ばしてあげます。そうするとですね、このように、顔の方ももう少しあった方がいいかな。で、こちらで伸ばしても、だんだん他のところも伸びていってしまうので、これもほどほどにして、こちらのミニマムレングスの方を下げていきます。このぐらいですかね。あとノイズを一旦切りましょう。ちょっとボサボサすぎるかもしれないですね。カットの量を減らして、で、スケールでもう少し短くしています。で、あまり見にくかったらですね、こちらのディスクリプションの方でもう少し増やしてみてみます。で、ノイズを戻して、こんな感じになりましたね。だんだん完成に近づいてきています。もう少しこの辺の顔の毛が長い方がいいような気がしますが、はい。で、見た目通りこの辺の足と顔のあたりですね、この辺が明らかに体に比べて薄いですよね。で、これをどうするかというと、次にマップを入れます。で、新しいモディファイアを足していくのではなくて、今回は毛の量が多すぎるということなので、こちらのディスクリプションベースのところでデンシティマスク、これにマップを塗っていきます。で、とりあえずこのままデンシティモルティプライア5のままやっていきますか。で、多すぎるところをチェックしつつ、この辺ですね、耳の下あたりから足の付け根あたりで、こちら全体、同じように足首あたりですね。これ足首か。で、お尻の方と尻尾の方。この辺も少しだけ少なくして、こちらの鼻とか耳とかに合わせるように少しだけ少なくしてみます。まず、ディスクリプションは見えなくしておきます。ディスクリプションベースのデンシティマスク。はい、このままで OK です。はい、ではこのような感じになります。では、塗っていきましょうという前に、こちらと黒だと全く毛がないような状態になってしまうので、この多分 0.5 にしておくと、今の毛の半分ぐらいの量になると思うので、その辺にセットしてとりあえずやっていきます。はい、でこれをブレンドしていくように、こちらのオパシティを下げて少しずつ塗っていきます。でこちらのブラーっていうのもあるんですけど、これがちょっと、難しいところがありまして、これは UV を超えて UV のシームを超えてブラーできないですね。だからブラシを見ての通り、このような形になります。なのでこの辺でブラをかけてしまうと、UV のシームが見えてしまうので、これはあんまり使うことはないですね。この UV シームがないところでやるとき以外は。なのでそのままペイントでやっていきます。
とりあえずこんなところから始めてどうなってるのか見てみます。まあもう少し減らしてもいいのかもしれないですね。こういうのは全体的にやる前に事前にどのくらい減らしたらいいのかっていうのをチェックしておいた方がいいですね。とりあえずこのままでやっていきます。あとは微調整ぐらいですかね。中に入ってしまった毛を出してあげたり、あとグルーミングでちょっと気になるところを手直ししたり、目玉の方も入れていきますか。この辺のお腹の方の毛とかもですね、長さによっては結構ダマダマになってたりするんで、その辺もちょっと表現していきたいかなと思うんですけど、その辺は最後の微調整として、まずちょっと一番気になるこのノイズの方をですね、ちょっとボイジっていきます。で、先ほど気づいたんですけど、これペイントモードに入ってるはずなんですけど、全部グレーになってますよね。それで何かおかしいなと思って確認してみたところ、こちらの方を押すとですね、どのファイルにつながっているのかっていうのが見えます。で、見てみると、添付の方に行ってますね。なので、ここで表示しているものもグレーになってます。だからこれを正しいものにつなげてあげましょう。こちらです。つなげてあげて、そして再びペイントモードに入ると、はい、これが先ほどペイントしたものになりますね。はい、ではこちらの方を手直ししていきたいと思います。とりあえずこんな感じでチェック入れます。さっきよりかはマシになりましたね。はい、ではとりあえずこのままで。で、そもそもですね、ノイズが強すぎるということもあるかもしれないので、こちらを見てみるとわかるんですが、一回ノイズを切ります。そうするとクランピングとか結構まだまだ見えてますよね。で、ノイズをつけるとほぼ消えてきます。なので少しノイズを全体的に下げてみましょう。マグネチュードを1まで戻しました。で、こうすると少しだけクランピングも見えますね。で、これは最終的にレンダリングしながらどの設定が一番いいのかというのを調整していくと思います。はい、では次は動物の特徴として忘れちゃいけないのが、ヒゲですね、ヒゲ。ウィスカースです。で、これは、猫は読んだところによると片側に12本ずつあって両方で24本、大体24本あるっていう話なんですけど、僕の、猫の写真を見てみると明らかに12本以上あるんですね。長いものから短いものまで、あとこちらの頬のこの下あたりですね、この辺かな、この辺に2本ぐらいずつぴょんぴょんと出ています。多分それはカウントに入れてないのかな。あとこの目の上、この辺にまつげっていうのかな、この辺もいろいろと猫によると思うんですけど、4本から6本とか7本とか8本とかいろいろですね。あと年齢にもよるんですかね。なのでこの辺を足していきたいと思います。で、それをどうやるかというと、このグルームに足すわけではなくて、別にですね、このジオメトリーを用意してます。こういうものです。これは元のベースのジオメトリーからヒゲの入るあたりを切り抜いてですね、それで別のジオメトリーとしてセーブしてます。はい、でこちらの方に新たなエクステンのデスクリプションを足してつけていきたいと思います。デスクリプションはそのままでもいいし、これもデンシティとかもですね、今回のこのヒゲの場合はですね、一旦全部消すので、デンシティこのまま50にして生やしてからそれで一回全部消すっていうのもありなんですけど、これ0にしてしまいます。で、CB カウントとかこの辺の設定なんですけどね、とりあえずこれクリエイトしてもデンシティが0になってるんで何も出てきません。で、生やすときに設定ができるので、おそらくこのままでも大丈夫なんじゃないかと思うんですけど、一応この辺を10とかにセットしていきます。はい、何も見えません。はい、ではこちらのジオメトリーにね、もうデスクリプションがついているので、ここでまずするのは、デンシティやると任意の場所に毛が生やせません。なので、プレイスブラシを使っていきます。この任意の場所に1本ずつ配置していくことができます。このように。このようにですね。で、こちらの設定なんですけど、インターポレイトっていうのは、もうすでに毛が生えていてですね、その毛と同じような感じにグルーミングされているような感じで1本ずつ、毛を配置していくというものになるんですけど、こちらの場合ですね、今何もないので関係ありません。で、このリムーブというのはこう置いてしまったものを消すときです。で、プレイスブラシで置いた毛はデンシティブラシでは0に設定しても消えません。また別物なんですがね、こちらのリムーブで
消していくしかないです。で、このイニシャルレングス、これが最初の長さですね。まあ先ほど3にセットしたんで、ここも3でやっていきます。で、シンメトリー。結構ですね、猫っていうのはこの均等になっていて、そのうち抜けたり切れたりしていろいろとバラバラになってくると思うんですけど、とりあえずシンメトリーでやっていきます。確か4段ぐらいありますね。だから、まず結構上の方に、これブラシが消えるところがジオメトリーが終わってるところです。なので、一番上の方、この辺に1本、この辺に、もう1本、で、こちらに3本。このようにするんですけど、いろんな猫を見ていると明らかにこれよりあるんですね。こちらの方に短いものとか。だからですね、こちらの方を長さ1とかにして、この辺にちょんちょんとあったり。とりあえずはこんな感じで。あとこちらの方ですね。横の方にちょんちょんとあるんで。ではこの辺ですね。この辺にちょんちょんと2本ぐらい足しておきます。はい、これがベースですね。では先にまつげの方をつけていきますか。これも結構長いんで3にしておきます。で、だいたい2列ぐらいですね。なので、で、長さも違うので、その辺は後で調整しますね。で、まずデスクリプションの幅を、2でいいんですけど、テーパーを、最初から根元から始めてしまうと、かなり薄く見えてしまうので、こんな感じにテーパーが始まるのを遅くしてあげます。で、簡単に、スカルプトでエディットにすることを忘れないように。こちらのですね、エディットにしなかったら、こちらの方がアクティブになってるんですよ。で、誤ってこちらの違うグルームをエディットしてしまわないように、自分のスカルプトしようとしているものがエディットになっていることを確認しましょう。では、ブラシの方で。これ10は多すぎでしたね。そんなにぐねぐね曲がってるわけではないので、なので CB カウントを5とかにします。で、これでリビルドを押すと全ての毛が5に作り直されます。で、このままグルーミングしていきます。このようにですね、フリーズした場所とフリーズしてない場所が近くにある場合、両方ともちょっと分けてやりたいときとかですね、この上にあるフリック、こちらでグルーミングを調整して、で、フリックして上の方のオフにしてですね、違う方のグルーミングを調整して、そしてまたフリックしてフリーズしてる部分を調整する。こういうやり方が一番やりやすいですね。何かの分け目をいじってるときとかにやりやすいです。で、長さもとかですね、一本一本違うので、このように一本一本調整していきます。で、あまりにも左右対称すぎるとおかしいので、シンメトリーをオフにします。はい、とりあえず眉毛はこんな感じで。で、次はヒゲの方ですね。まず全体的をやっていくんで、シンメトリーで。ちょっと誤って眉毛をいじりたくないので、セレクトブラシでセレクトします。セレクトブラシでセレクトして、で、ハイドセレクトで、これで大丈夫です。
全体的に伸ばします。シンメトリー。とりあえずこんくらいの長さで始めます。今日一旦ね、またこちらのメインのグルームを戻してしまうと結構埋もれてしまって短く見えてしまうので、とりあえずこんな感じから始めます。あと、この前の2本ですね。これ結構短くても大丈夫ですね。なので、これを短くします。このインバートフローゼンエフェクトの、これはオンオフはもうこんな自動的にやるんで、覚えておいてください。ちょっと CB が5じゃ足りなかったですね。これをもう少し上げて。はい、では後ろの2つ。で、セレクトブラシで眉毛を戻します。で、このヒゲの場合はですね、シェーダーはもっと一応白なので、それと見やすくするためだけというのもあるので、一応ランバートをつけて、こんな感じで真っ白にしておきます。これ最終的にレンダリングするときはちゃんとアーノルドつけますかね。いや、まあとりあえずこんな感じで、はい、メインのグルーミングも出してみて。はい、今のところこんな感じになってます。ちょっと見にくいかな。はい。で、デンシティモルティプライアをですね、20ぐらいに上げておくとこんな感じになってます。この薄いところですね、この耳とか鼻とか、あと足。こういうところはですね、レンダリングするとおそらくこの下の肌の色が出てしまうんですね。で、これ直さないと。出てしまうので、こういう時はもうこの体の部分とかもこんなにこれ以上は毛の量はいらないと思うので、こういう時はですね、この肌の部分をですね、毛の色と同じようにするか、もしくは同じ色のグルーミングを下にテクスチャーとして書いてですね、ちょっとチーティングします。で、こういう風に見てみると、どの辺に手直しが必要なのかよく見えますね。こういうところどころ、剥げてきてるところとか、あとこういうところとかもですね、ここは大きめのクランプがちょっと強すぎるので減らしてあげたりとか、この辺の毛も少し減らしてもいいですね。あと、このヒゲの生えてるところ、この辺をですね、ヒゲが生えてるところにちょっとポコッと穴ができるっていうか、隙間ができるので、その辺も細かく作っていきたいと思います。で、これもほとんど微調整ですね。この目の周りのクリーンアップとか、あとこのシルエットを直していくとかですね。あと全体的に見直して体の中に入ってしまっている毛とかをですね、ノイズをキープしたいんだったら、このままノイズをそのままにして、で、一番上に新たにスカルプトを足してですね、ここにスカルプトしていくっていう手もあります。で、その場合だと、このクランプとかノイズとかスケールカットがアプライした後にスカルプトする、その上にスカルプトするということなんで、
こちらの一番下のスカルプトをエディットするものとはまた別の結果になります。で、これ多分ノイズを消すとですね、ノイズを消すとほとんどなくなります。なので、でもノイズは欲しいので、ノイズを入れたままにしておいて、それでその後にグルーミングをエディットするという形のものも、しないといけないものも出てくると思います。で、エディットするときは必ずこの先ほどね、こちらのヒゲの方をやっていたんで、こちらのエディットを必ず押すことを忘れないようにしましょう。こちらも同じです。はい、では、デスクリプションのこれを1に戻して、で、毛の太さもですね、ちょっと、これ今 0.08 ですね。これもちょっと見にくいので2ぐらいに上げてやっていきます。微調整です。まず微調整をするにあたってですね、こちらの、モディファイアを消しておいた方が動作が重くならないのでやりやすいです。あとですね、こちらの髪の毛の色ですね。これを今真っ黒なんで中が暗いんで見にくいですよね。なので、この色をですね、メラニンっていうのは多ければ多いほど黒くなるので、これをとりあえず外してあげて、そうすると見やすくなります。これをいじりたくなかったら、普通にランバートを入れても同じ結果になります。この辺をクリーンアップしていきますかね。はい。で、先ほどおかしいなとは思いながらやっていたんですけど、このデンシティモルティプライヤーというのはですね、まだバグっぽいものが多くて仕様なのかわからないですけど、この辺にハゲスポットとかありましたよね。そういうところとかの原因がですね、これ最初からこのデンシティモルティプライヤーが1の時にグルーミングを始めて、それで上の方に少し上がってグルーミングちょっとだけしたこともあると思うんですけど、これ1回1以下に下げたことありますよね。0.1 とか。そうするとこのようになるんですけど、これ見たらわかるんですけど、もうこの辺にハゲスポットがあるんですよ。で、こちらの方には貫通してないんですけど、だけどただこの辺に空きがあったというだけですね。で、この場合、ここから上にもう一度開けてしまうとどうなるかというと、そうするとここにグルーミングの情報がないので、ちょっと何をしたらいいのか分からなくなってしまってるみたいですね、その毛が。で、結果、グルーミングされてない毛が出てきたり、もしくはこういう細いところとかですかね、内側の方にめり込んでしまったりするみたいです。こう一度下げるだけで、その情報がね、消えてしまうみたいなんですよ、グルーミングの。だからですね、こう一度グルーミングをした場所、この場合は1ですね。一度グルーミングしたこの1からですね、それより下には行かないようにしましょう。はい。では、このお腹のあたりをやっていきたいと思うんですけど、こちらの方と同じようにクランプを作って、ちょっと一回その方法をやってみますか。もしかしたらそっちの方がやりやすいかもですね。この2通りありまして、クランプのやり方というのは。1つはこのようにですね、手動でブラシでやっていくやり方です。だけど、ちょっとこのクランプブラシっていうのは使い勝手が悪くて、あんまり好きじゃないんですよ。ちょっとやりにくいっていうか、これをフローティングにしても、こちらの方がまだいいかもしれないんですけど、まだなんとなく使いにくいですよね。なので、今回はおそらくもう一つクランプを足します。で、これを、すべてが終わったクランプスモールの前ですね。これに持ってきて、で、設定をいじります。例えば、5にして、これを結構高い数字に、こういうのとか、高い数字にしすぎて、こういうのとかいきなり出てくるのは、あんまり好ましくないんで、これに、このくらいですかね。で、このクランプのカーブ、これをもう少し早めにクランプしてもらって、それで最後にこんな感じ。だいたいこの辺とか見てます。じゃあこれにマスクを塗っていきますか。はい。なのでとりあえずデスクリプションをオフにして、ブラシから一旦出て、それでこれです。で、マスクは、はい。ではこの辺を塗っていきます。これが、そっか。最初白になってしまいましたね。これはお腹だけにアプライしてほしいので、本来は黒からのスタートの方が良かったですね。ではそうしなかったので、一応黒にして、フラットペイント。
こちらのフラッドの方で、全てのところにオールフラットペイント、これで真っ黒になります。なので今度は白を塗っていきましょう。はい、ではとりあえずこんな感じでどうなっているのか見てみましょう。で、先ほどのクランプがこの辺り、もう少しだけこの辺とかとこの辺ですねに出てきています。こんな感じですかね。とりあえずはノイズスケールカット。はい、であとはレンダリングでもしながら細かい手直しとかしていくと思うんですけど、とりあえずはこんな感じで終了ですね。で、毛の量を増やして見てみますか。はい、こんな感じになってます。最終的には10ではなくてどちらかというと20とかその辺でレンダリングすると思うんですけど、とりあえずはこんな感じですかね。ノイズが強すぎますかね。もう少し下げてみますか。この辺の調整もレンダリング次第ですね。で、ここまででですね、XGen のインポート、エクスポートとかセーブの仕方とかお話ししてなかったんですけど、それはまた今度いつかできればなと思ってます。で、今回に関してもですね、ポリゴン数が多すぎてうまく XGen をインポートできないということがありまして、このジオメトリをですね、もっと少ないポリゴン数にして、そしたらうまくいきました。こういうお話とかもですね、他の動画でできたらなとか思っています。で、とりあえずはこれで完成ということなんで、レンダーを見ていただいて終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらコメントや評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。